サングラスをイメージしてください。そう言われて思い浮かぶのは、多くの人にとってこのレイバン、そしてウェイファーラーなのではないでしょうか。1923年、アメリカ陸軍航空隊のジョン・マクレディ中尉が飛行船による北米大陸無着陸横断に成功しました。しかし、飛行船による約27時間という長時間の横断の中で、あらゆる問題が発生します。航空域で長時間の太陽光線を受けることで、眼球疲労や視力低下を招き、頭痛や吐き気にも悩まされたのです。視界を確保するためには、毛皮の裏地がついた分厚いゴーグルなどをつける必要がありましたが、現在の技術で判断すると、むしろ裸眼よりも目に悪い影響を与えてしまうような粗悪なもので、彼は一緒に乗っていたパイロットの目がどんどん膨れ上がっていくのを見たといいます。そこでマクレディ中尉は、当時優れた光学製品メーカーだったアメリカのボシュロムに目を守る道具を依頼。しかし、目を太陽の紫外線から保護しつつ、それでいて対象物をしっかりと見ることのできる高い視認性を保持するレンズの開発は想像以上に難しく、マクレディ中尉の求めたレベルの高さ、ボシュロム社の研究開発に関して一切の妥協を許さない姿勢が重なり、長い年月がかかります。そして6年後、ついに完成したのが、眩しい光を最小限に抑えながら視界を最大限確保するグリーンのレンズ。後にレイバングリーンと呼ばれるこのレンズは、紫外線 99%、赤外線 96% を遮断する画期的なもので、これまでのゴーグルとは比べ物にならないほど軽量なサングラスが生まれました。それがウェイファーラーではなく、飛行士を意味するアビエーターというモデルです。レンズ自体の機能性もさることながら、人間の目の動きと同じ範囲をカバーし、最大の視野を確保できるというティアドロップシェイプも特徴的で、発明された翌年の1930年からアメリカ陸軍航空隊に正式採用されます。マッカーサー司令官やトップガンのトム・クルーズ氏が着用されているイメージが強いという方も多いでしょう。ちなみに1986年のトップガン公開後の約半年で、アビエーターのセールスは約 40% 近く増加したそうだ。そしてこのサングラスを引っ提げ、1937年、ボシュロムからスピンオフ的に生まれたブランドこそがレイバンになるのです。ブランド名は光線を遮断するという文字通りの意味で、サングラスの原点といえる機能そのものを由来とする唯一無二のブランドです。ここまでがレイバン誕生の物語。誕生したモデルはアビエーター。もちろん非常にかっこいいモデルではありますが、これは機能としてのサングラスの物語と言えるでしょう。そしてここからがサングラスの代名詞ともいえる世界で一番有名なモデル、ウェイファーラーの物語。これはファッションとしてのサングラスの始まりでした。時は1950年代アメリカ。当時のアメリカといえば、第二次世界大戦が終結し、高度経済成長の絶頂期を迎えた頃、ロックミュージックが流行し、ミュージシャンや若者たちが日々新しいファッションアイテムを求めていました。そこで、それまで機能性を重視してサングラスを作ってきたレイバンは、ブランドの歴史において初めてファッション性をメインにしたアイテムを作ることを決めます。ちょうどその少し前までのメガネフレームはほとんどが金属製だったのですが、物性が安定して着色が容易かつ大量生産に向いているプラスチックの加工技術が飛躍的に向上していきました。そこでウェリントンやボストン、サーモントなど様々な形のメガネが様々なメーカーから生まれていくわけですが、その中でプラスチックフレームの代表作としてサングラス市場に残る傑作、クラシックと言える存在となるのが、レイバンが1952年に発表したウェイファーラーになります。片名は巡礼や長い旅を意味するそうです。これはボシュロム社のデザイナーレイモンド・ステグマンがデザインしたモデルで、ステグマンはハーマン・ミラーのイームズチェアとキャデラックのテールフィンからインスピレーションを得て、このサングラスをデザインしたそうです。ややつり目がちなキャットアイでボリュームのあるフレームはシンプルながら実に画期的で、このアイテムが前時代的なドレスコードにとらわれないボブ・ディランなどのロックミュージシャンたちに愛され、彼らを崇め流行に敏感な若者たち、そしてそこから舞台に上がってくる様々なミュージシャンたちにも愛用され続けます。こうしてファッションアイテムとしてマスカルチャーの仲間入りを果たしたウェイファーラーは映画で登場することも多く、理由なき犯行のジェームス・ディーン、ティファニーで朝食後のオードリー・ヘップバーンによる着用は、さらにこのアイテムが流行するきっかけとなります。そして
決め手となったのが1980年に公開された映画ブルース・ブラザーズ。ブラックスーツにブラックタイ、そしてブラックのハットをかぶり、目元をウェイファーラーで決めたジョン・ベルシュとダン・エイクロイドのスタイルは視聴者にとって衝撃的で、ウェイファーラーという存在はスクリーンを飛び出し、さらに世界中へと広がっていったといいます。ちなみにブルース・ブラザーズで着用されたモデルは一見黒のように見えますが、実はモックトータスというカラーだったそうです。映画、音楽、ファッション、様々なカルチャーが共鳴してクラシックな存在となったウェイファーラーですが、クラシックな存在として広がっていくにあたり、もう一つ重要な要素があったはずです。それが多種多様な方に似合うこのシェイプ。フレームはウェリントン型になっていて、これは年代性別問わず誰でも描きやすいベーシックな形です。一方このつり上がったキャットアイは少し挑戦的というか難しさを感じさせ、しかし実際に着用してみると意外と綺麗に収まってくれます。ウェイファーラーは今でこそクラシックの代表格ですが、当時からすると最先端を行くデザインで、ファッションとして挑戦したいアイテムであった上、いざ着用したら懐の深さを知ることができる。そういう意味でも性別問わず多くの方に愛され広がりやすかったのではないかと思います。またヴィンテージのモデルにはないかもしれませんが、フレームを単調にさせないテンプルに入る冷板のローチップ、そして右レンズの上部にプリントされるロゴもワンポイントで力のあるディテールです。あまりブランド名を主張するディテールが好きではないという方も多いと思いますが、こと冷板についてはブランドの歴史も相まって正真正銘のクラシックになりますので、全く恥ずかしくない代物かと思います。自分のモデルは基本のオリジナルウェイファーラー RB2140 という型で、レンズサイズが50、鼻幅が20のモデルになります。アビエーターもウェイファーラーもいずれももう10年以上前に購入したモデルで、その時は全然違いなどわからず、この歴史も知らぬまま並行輸入品で購入したので、オリジナルフィットのモデルになっているのですが、フルフィットモデルもありますので、ぜひ一番似合うモデルを見つけてもらえればと思います。自分が購入した頃からすると、円安等でだいぶ値上がりしてしまっていますが、それでもセールタイミングを狙えば、正規店で2万円ちょっとぐらいの価格なので、かなり手に取りやすい割安のアイテムかと思います。ぜひまた探してみてください。そんなところで、レイバンとその名作、ウェイファーラーの紹介でございました。ご視聴くださり、誠にありがとうございました。